皆さんこんにちは。食べ頃スーパーモンキーボール 1&2 リメイクプロデューサーの白崎です。よろしくお願いします。さてですね、本日は10月7日についに発売を迎えます、食べ頃スーパーモンキーボール 1&2 リメイクの、ゲームの紹介させていただきたいと思うんですけれども、僕一人ではね、おっさん一人でやっても面白くないんで、素晴らしいゲストを、用意いたしました。この方です。よろしくお願いします。ついに来たね。来ましたね。公式に呼ばれてしまいましたね。はい。じゃあちょっと自己紹介を。はい。スーパーモンキーボールシリーズをメインに RTA というゲームをなるべく早くクリアするというプレイスタイルで配信をしているゆとりんと申します。普段は今までのモンキーボールデラックスだったりモンキーボール2だったりを中心にプレイしてます。今日はこの今までプレイしていたもののリメイク作品をプレイさせていただけるということでね。RTA ジャパン2019で僕拝見させていただきまして、ありがとうございます。いやすごい開発全員ドン引きですやっぱ上手いやつもいるんですけど、うちの開発チームにもでも彼より全然上手いんで。本当ですか？そうやばくねこの人みたいな。ね、20年間ずっと遊んでもらってるってことですよね。そうですね。20年間発売からずっとかれこれ継続的にモンキーボール1、2はやってましたね。いや本当ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ということで今回ね、20周年記念ということで、食べ頃スーパーモンキーボール 1&2 リメイクを発売するんですけれども、ゆとりんさんに RTA を公式にやってもらおうかなと思っております。まだこの発売していないゲームをもうすぐ発売ですけどね。そうですね。ちょっとね練習軽くしていただいて、感覚掴んでいただいてると思いますんで、スーパープレイをぜひ見せていただければなと思っておりますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ早速やっていきましょうか。そうですね。やりましょうか。ちょっとね今回こうやってね時間計っていきたいと思いますんで、目標タイムどれぐらいですか？そうですね。50分切れたらいいんじゃないかと。切りましょう。50分切れちゃう。多分ねうちの開発で一番うまいやつでも2時間ぐらいかかるんじゃないかな。そんなですか？ダメですか？すいません。いや修行が足ります。よく言っときますんで。難しいゲームですから。そうですね。なかなか。じゃあ RTA は大体どっからスタートになるんですか？そうですね。ステージを選んだところから始めましょうか。ここで決定をしたら。ここで用意スタートでボタンを押して始めるって感じでね。はい。じゃあいきますよ。用意スタート。それじゃあやりましょうか。本当に切れんの？50分大丈夫？切れると思いますよ。50分とか言いながら2時間かかったら怒るよ。それはないと思います。本当に？はい。それじゃあ始めましょう。モンキーボール今作 1&2 リメイクなんですけど、今回プレイするのはストーリーモードですね。モンキーボール2に収録されていたストーリーモードを全100面をリメイクされたというモードをプレイしていきます。この100面今回全てをクリアしようということですね。もう早速1つ目のステージが終わりましたね。まだ30秒しか経ってないです。いえこのゲームはだんだん難しくなりますから。そうね。ここ最初も簡単だもんね。そうですね。この大きな穴とかも簡単に飛び越えられますからね。いきなりショートカットでこのゲームは大体こんな感じのゲームです。とにかくスティックだけを使ってボールを転がしてゴールに入ればいい。つまりゴールに入れさえすれば何をしてもいいんです。この辺なんかはまだ非常に平坦ですけど道が、後半になると何考えてんだみたいなステージがいっぱい出てくるので、その辺のクリア方法なんかも楽しみにしていただければと思います。だって早速次のステージなんですけど、スイッチオンですね。今作では今作のこのスイッチオンのステージは本当は青ゴール行った方が早いんですけど、ちょっとかっこいいルートやりましょうか。ここでスイッチを押して、扉を開けた後にここに向かって落ちるとダメか。あれ？これは良くないですね。あれ？もう一回挑戦してみましょうか。あそこに隠しゴールがあるんですよね。普通のゴールよりも難易度の高いゴールなんですけども、ここに入れるといいんです。ダメですね。あれ？どうしちゃったの？緊張してんじゃないこれ？かもしれないです。もう一回やってみましょうか。まさかの。あそこのゴールに入ると何がいいことあるんですか？オリジナル版では緑ゴールはワープゴールといって、いくつかステージを飛ばすことができたゴールなんですね。今作の場合はチャレンジモードだとステージを飛ばすことができて、ストーリーモードだと何があるんだろう。チャレンジミッションですね。ミッションの攻略に必要なゴールということになってますね。今左上にグリーンゴール達成っていうのが出てますね。これミッションとかねいっぱいクリアするとポイントがもらえて、それでいろんなアイテム解放できますからね。このゲーム今回はねステージクリアするとどんどん解放されていきますね。そうですね。ミッションたくさんクリアしてどんどんクリアマークが出る方が気持ちいいですからね。そうですね。
昔はこういうのなかったですもんね。うんクリアした後にプレイポイント何ポイント獲得しましたっていう簡素な画面だけだったんでおっとディスられたぞ。いやいやいやあの当時はあれでよかったんですよ。あ、そうなんね。まあ20年前ですからね。そうですね、次レッジでジャンプですね。ここちっちゃいスロープがいくつかあるので、これに向かってぶつかってあげると飛べるのでこのままゴールに行けます。ノーバウンドで。本来はスロープ登っていくステージなんですけどね、オリジナルではスロープスってステージ名でしたね。今作すべてのステージに日本語の名前がついているんですよね。このステージだとワインディングロードってなってますね。オリジナルはすべて英語名だったんですよね、ステージ名が。今回全部日本語でちょっと直してみたりして。ここも直接ゴールに行くのが非常に難しいんですよね。ですね。本来はちょっとずつ降りていくんですけど、スロープでねこう、時間がかかってしまうのでどうしてもこのように飛び出してあげると早いんですよ。これはいいですね。これはゴールできそうね。これで大丈夫ですね。はいはいはい。直接入れると一番いいんですけど、このように坂にとどまれさえすれば大丈夫なので許容範囲ですね。いや皆さんこれねプレイしながら喋るってすごい難しいんですよ。慣れればそうでもないですよ。案外簡単ですよ。本当に。次はこれ駒が回ってるステージですね。この駒避けなきゃいけないんですけど、当たるとすごい吹き飛ばされちゃうんですよね。早いんで動きがいかんせん。上手だ。今のも下くぐっていくの簡単にやってるけどこの次のステージでもうワールド1クリアですね。まだ3分ですね。このストーリーモードは全部でワールドが10個あるので、このステージをクリアしたら10分の1を攻略したことになります。そうね。このペースだと30分でいけちゃいそうな気もしなくもないですけど。30分？いや無理ですけど無理なのかよ。後半はどんどんステージが複雑になるので、オリジナル版だと30分くらいでしたね、ストーリーモードは。なるほど。ただ今作は若干細かいところで違いがあったりするので、まだそこまで研究は進んでいないです。研究ね。どうしても、バナナとかもいっぱい置き直してるんですよ実は。そうですね、オリジナルよりも格段に数が増えていますね。バナナのいっぱいピロンピロン取った方が嬉しいじゃないですか。そうですね、やっぱオリジナル版そんなにねたくさんバナナ用意されてなかったんですけど、もともとがアーケードゲームだったので、アーケードゲームの時は100個集めると1アップという関係上多く置けなかったってことですよね。今期残機ないからね、概念としてね。今で4分30秒ですね。次ゆるっとカーブですね。ここゆるっとカーブっていう名前なんですけど、 RTA をするとストレートロードですね。ここは1の1の名前と同じだったと思うんですけど、まっすぐ行けてしまうんですよ。こうやって遊ぶもんじゃないんだけどなこれ。いや、こうやって遊ぶものという側面もありますよ。RTA ってそういうもんだもんね。そうですそうです、ここはいっぱい穴が開いてるので、ここのギリギリを通っていくとそのまま行けてしまういいですね。だんだん気持ち悪くなってきたな。まだ大丈夫ですよ。まだ大丈夫。まだ大丈夫です。ここのステージオリジナルが非常によく再現されてて感動したんですよ。ありがとうございます。オリジナル版はスティックを上に入れっぱなしじゃないと見ながら、いや俺の方見ながらやってる。ゲームなの見ながらやんなくていいよ。上に入れっぱなしにするとクリアできたんですけど、今作でも同じことができるんですよ。次下にゴールがあるステージですね。下にゴールがあるってことは開発者は飛び降りていいって言ってると思うんですよね、自分は。なのでこのように飛び降りちゃいましょう。これであとは着地さえしてあげればゴールが目の前にありますね。これどこ見てやってんの？今ミニマップ見てましたね。そう、なるほど。じゃあちょっとミニマップ消させてもらっていいですか？それをやられちゃうと今のルート非常に難しくなっちゃうので。でしょうね。この市松模様は早く行こうとすると非常に難しいんですよね。ここに出っ張りがあるんですけど、この出っ張りの上を通れると早いんですけど、なるほどなるほど。あまりにも細いので。そうだね、そう通るために用意してるもんじゃないですからね。これ違うんですか？違いますね。ここを通れるとちょっとうまくいかないですね。このステージでこうやって遊ぶもんじゃないんだけど。回り道しましょうか。回り道しましょうよ。ちょっとこれは今回一発勝負には難しすぎましたね。まあでも本当に時間をこう短くしたい時はああやってクリアするっていうのが RTA では常識なんですね。そうですね。あれやると3秒くらい速くなるので、1ステージで3秒だと結構アスリートの発想ですよね。そうですか。なるべくタイムを詰めるって結構ポピュラーな遊び方だとは思うんですよね。そんな明るい T シャツ着てそんなストイックなこと言われても。そうですか。早いな。今のステージは床が傾いているので落ちないようにというステージですね。次が楽しいステージですね。ロングスライダー、ひたすら早く前に落ちていくというステージですね。スライダーをここに横に出っ張りがあるんで、ここで飛んであげるとさらに加速ができてより早く攻略ができる。あとはゴールに向かって突っ込んであげれば、いや気持ちいいですね。バナナがいっぱいあって、オリジナルよりもバナナめちゃめちゃ増えてますね。置いためっちゃ置いた。これでもかというかね、いっぱい置いた。オリジナルあんまりバナナ少なかったんで、もうちょっとこうね抑揚をつけたくて。なるほど。一から置いたところが多いですね。
ここは3つゴールがあるんですけど、ストーリーモードだと奥の難しいゴールに行くメリットは特にミッションをしない限りないので手前で行きます。で次ですね、次がちょっと苦手なステージなんですけど、上から下に押しつぶされてしまうんですよね。これを横に行って避けることで早くクリアできるんですけど、当たっちゃいましたね。非常に安全な地帯が狭いんですよこれ。確かに普通はね一回一回こう立ち止まって避けるんですけど、一回も止まらないってなると難しいんですよ。次でいけるといいな。いけそうですね。これはいけますね。もうわかるんだ。わかります。すげえ。大体どこに落ちてくるかは覚えている。なるほど、覚えているんですね。次でワールドに最終ステージですね。まだ10分経ってないです。今回ちょっとミス多かったので遅いかなって感じもしますけど、一発勝負なので、ここは早送りと通常の再生があるんですけど、早送りにした方が足場の動きが速くなるのでゴールに行くのが速くなります。これでワールドにクリアですね。まだ8分25秒です。結構早いですね。マジですげえな。いけるんじゃない？今のところいい感じです。次ワールド3、海の底ですね。ストーリーが本来あってストーリーに従った背景になってるんですけど、それは皆さんに購入してストーリーを確認していただいて、今回はタイムを目指していきましょう。営業トークまでしていただいてありがとうございます。いえいえ、せっかく呼んでいただいたので少しは貢献しないと。ありがとうございます。早い早いな。今のは左右に動いてるので真ん中だったらつながってるのでそのまま進めるんですよね。なるほどなるほど。次ここですね。隙間にシュート、1箇所穴が開いていて、この回転している場所が回転しているのでどこが穴だかを把握していないといけないんですよね。一発でいった。すげえ。今のは止まるタイミングと場所を把握していたので、やっぱ横斜めにちょっと動かしているのがそうですね、あれポイントです。角度調整ですね。次ステッピングストーンズですね。ここは市松模様のように穴が開いてる足場を1段ずつ降りていくっていう、横の太いところに降りれば簡単なステージですね。それ以外は特に特筆するところはないでしょう。さて次問題のステージ。エンジンかかってきたぞ。次が自分がこのゲームの RTA を始めたきっかけになったステージなんですよね。ここのステージすごいルートがあって、それを見てすごいと思って始めたんですよ。今作でもなるべく再現できるように頑張ったので、ちょっとこれジャンプ低いですね。落ちてくる岩にわざとぶつかって飛んでいく。そうなんですよ。それでゴールの手前まで一気に行けてしまうんですよ。この石にいい当たり方をすると、これはちょっと手前ですね。本当は奥の方にもう一回跳ねたいんですけど、岩にぶつかった後にもう一回岩にぶつかってさらに高さを稼ぐという形ですね。何言ってんの？もちろんこれは開発者の皆さんは想定をしていたルートだと思うんですけど、ちょっとうまくいかないですね。どうしてもダメだったら通常ルートに行きましょうか。できれば成功させたい。見たいね。確かにね。RTA するきっかけのステージなんですもんね。これはいけたかな。これで真上に飛んでるので今、ここで着地をしてゴールの方向に向き直してあげればうまくいきましたね。わあすげえ。何それ。今10分50秒。マジ？これはもちろん白崎さん想定していただいたということでいいですよ。何言ってるか分かんないですね。このステージオリジナル版では URL が書いてあったんですよね、このバーに。ですけどその URL は当時の URL もうないからね。そうなんですよね。なんか楽しい家に変えときました。一応以前モンキーボール2とデラックスというバージョンがあったんですけど、デラックスの頃までは URL はあったんですけどね、今はもうないですからね。そうね。と言ってる間に間にどんどんクリアされてクリアしちゃいましたね。今のステージ実は上を入れてるだけで青いけちゃうんですよ。次くねくねチョイスですね。右行くほど足場が細いんですけど、RTA 的にはやっぱり太い足場を一気に駆け抜けたいので太いところを行きます。細いところは非常に難しいのでクリアしようと思うとすごく時間がかかってしまうんですよね。これはもうしょうがないです。左から2番目までは同じようなタイムは出せるんですけど、あまり行くメリットもないので、今回は一番左に行きました。なるほど。回るスクエアですね。初プレイの時に、なんだこれはとなるステージ代表だと思います。確かにね。これはちょっと良くなかったですね。ここでうまく平面になっているところに当たることができればそのままゴールまで行けるんですけど、これですね。これですねと言われましても全然わからないです。回ってますもんね。よくわかんないですよね。僕とは多分違う風景が見えてるんでしょうね。かもしれないですね。
さてボールダウンやってきてしまいましたね。ゴールが下にあるということは、はい、そのまま落ちていいということですね。そうです。おそらく白崎さんも開発の時に想定していただいてると思うので、これはもちろんね、何言ってるか全然わかんないですけど、どの辺から落ちる目印とかっていうのはどうやって？自分は残り時間を見てますね。そっかそっか、動きタイムね。そうです。動き出しを同じタイミングにして、それで落ちるタイミングを測ってますね。いけましたね。3回だったらこれかなりいい。そうね。今だって3回ミスってやり直してるけど、1回で普通のルート行くより全然早いもんね。そうですね。1回普通のルート行こうと思うと階段降りて1段ずつ降りてですからね。もうね。ゲームの紹介としては正しいのかっていうのもステージが全然はしょられてるから、皆さんにプレイしていただくという意味ではいいんじゃないですかね。ということでワールド3がクリアできました。公式ツイッターの方でね、一個一個ステージ毎日更新してますんで、詳しいステージの内容そっちで見ていただければいいのかなと思いますけど。そうです。そちらは通常のプレイの映像が見れますからね。こうやって遊ぶこともできるよっていうその例として楽しんでいただければ。やり込みたい人はこういう風に遊んでくれればっていう感じですかね。ここもスイッチを押すタイミングとか一応測ってる。ここはなんとなく下に来た時に押せば大体入れるので大体でやってますね。そうなんだ。次のステージがぐるぐる大串ですね。このあっさりワールド4行ってますけど。行ってますね。今まだ13分。大きく回ってる串を避けなきゃいけないんですけど、これがなかなか難しい。これいけるかな？いけましたね。マジで？これは完全にもう動きを固定して確実にいけるようにやっています。動きを固定する？毎回同じような動きをすれば串のタイミングは変わらないので。言ってることはわかるけど、毎回同じ動きできます？なるべくできるように頑張ってますね。ここちょっとすごい難しいルートがあるんですけど、あまりにも安定しなかったので今日は普通に行きます。成功率が10回に1回とかなんですよね、ここ。早いな。ここもこんな早く行かないんですよ、ここ普通。そうですか。そうですよ。結構道も太いのでこのステージは。なんでできるかな。ここはこのくらいかな。今のタイミングを測って上を入れたんですけど。秒数見てタイミング測ったってこと？ああ、行き過ぎた。今のでうまくいくとゴールまで直接飛び込めるんですよ。迷路のステージなんですよね。そうですね。上下に壁が動いている迷路ですね。ああ、これはダメですね。しょうがないです。こうなってしまったら壁が上がるのをゆっくり待ちましょう。この壁、今目の前にあるこの壁が上がるとゴールの手前の壁も上がってくれるので、この壁が上がったらゴール行けます。さっきのが成功するとあの壁の上を使ってゴールまで行けちゃうんですよね。じゃあ RTA 的にはこれタイムロスなんだ。そうですね。なるべくさっきのルートは成功させたかったですね。10秒くらい変わっちゃうので。早いけどね、普通にやっても今の。そうですか。さてこのトライアングルホールなんですけど、オリジナルだと日本語版と北米版はスティック上入れっぱなしでよかったんですよ。ヨーロッパ版はスティック上入れっぱなしだとクリアできなかったステージなんですよね。遊び比べてるんだ。やってますね。気持ち悪いことしてんね。モンキーボール2は全バージョン持っているので。次これロケットサルなんですけど、ここ難関ステージですね。そうだね、ここ難しいね。難しいです。こんな一発で上がってこれないもん普通。今作このステージ少し調整されているんですよね、オリジナルと比べて。オリジナルはめっちゃ難しかったからね。難しいです。今回はここに入ってねみたいなくぼみが用意されてますから。これこんな簡単にいかないんだよ、今のステージも。そうですか。はい、そうですよ。まあ難しいですからね。良い子は真似しちゃダメですよ、あんなの。いや、真似して上手になってもらえば未来のプレイヤーが育つかもしれないですよ。こんなストイックなゲームじゃないんだって、これ。でもこのゲームクリアしようと思うとどうしてもストイックになっちゃうんですよね。そうね。さてここでちょっと RTA 的なことしましょうか。残り時間が 53.6 台になったらポーズをします。は？ 53.56、これいいですね。この状態でスティック上入れっぱなしにしていくと緑ゴールがやってきます。は？タイミングを測っているんですね。はあ。どうやって見つけたのこれ？このくらいのタイミングかなっていうのをまずスタート地点から上入れっぱなしにしてやって、その後ちょっとずつこの辺かなこの辺かなって早めていったらああなりました。はあ、はい。まあ20年やってるんですよね、それはね。オリジナル版は20年やってますから。オリジナル版でも同じようなことができるのでポーズをしてというのはちょっと。ポーズをするのはどうなんだという意見もあるかもしれないですけど、一応テクニックの一つとして確立されています。残り時間がこのゲーム毎回正確に刻まれるので、それに合わせて仕掛けも動くので、それを見つけてしまえば案外簡単にクリアできるんですよ。
毎回同じ動きをすればね同じ結果になりますけどこのゲーム。そうですね。このステージオリジナルひどいステージだったんですよね。そうむずい、ここむずい。なので今回この隙間がなくなったので非常に優しくなりましたね。危ない、今の足に助けられましたね。さあもうワールド4クリアですけれども今17分30秒。ペースいいですね結構。じゃあ次ワールド5ですね。ここまでこのワールドクリアしたら半分ですもんね。そうですね、ここクリアして半分ですね。すごいね。17分とかだよまだ。この調子でいけば50分は切れそうですね。ここから新しい仕掛けが出てきますね。ここファーストワープというステージなんですけど、これワープゲートです。オリジナル1はワームホールって呼ばれてましたね。これに入るともう一個のワームホールから出てきます。ここがチャレンジモードだと上級、エキスパートの難しいの一面ですね。難しい以降じゃないとこの仕掛け自体は出てこないから、多分チュートリアルステージなんだろうなと思ってます。次フリーフォールですね。ここももしかしてここはフリーフォールっていうステージだから、まあ自由落下をしましょう。いけるかな。いいですね。あとはゴールの上に着地してあげればいいですね。だんだんスタジオ内が引いてきてます。いやどうしようか。だんだんこっち側を映したいな。だんだん引いてきてるのがわかるな。ちょっと引っかかっちゃった。これはやり直した方がいいかな。入れるかな。これで入れなかったらリスタートしましょう。入れましたね。このステージは箱自体が動いてるので動きにかなり感性がついちゃうんですよね。そうね。結構入りにくいんですけど、無事入れたのでよかったです。直接入れると一番早いんですけどね。次ここはこれまずい。リトライしましょう。ここは直接乗っていくと勢いもついて、うまくいかないな。足場の周期も良くなるんですけど、それがちょっと狙い通りにいかないですね。もうちょっと左かな。ちょっと待ってくださいね。できるかな。初めて。ああいうことがしたい。なるほど。そうですね。一瞬待ってから行きましょうか。これでいけるかな。いいですね。あとは足場に合わせて動いてあげればできます。大丈夫です。大丈夫ですの意味がよくわからないですけど。へえ。すごい。何回も乗り換えるとあそこ難しいんです。なんか気をつけてるポイントがよくわかんないもんね。そうですね。説明をすると難しいですね。このゲームのポイントは。なんて言ったらいいんだろう。基本的にはこれもなんかあっさりやってるけどさ。ちょっと待って。ステージごとの攻略のポイントって違うんですけど、大体のステージは、クリアまでの道っていうのをもう決めてるんですよ。その道通りに行けるような動きのパターンを組むことですね。でなるべくそのパターンを外れないように操作するってことをやってます。例えば左右対称なステージとかあるんですけど、結構今俺目の前で何が起こったのかよく分かんないですけど、今のはジャンプマシンっていうコーンと上げられてね。そうですね。ステージで直接ゴールの足場行けるんで、そこに行った感じですね。このステージ左右対称に見えて微妙に左右対称じゃないんですよね。右の方が坂が急です。これ初めてやった時知らなくてずっと右行ってたんですよ。右全然登れないんですよ。それに気づくまでに時間かかったんだ。そうなんですよ。もうワールドも5最後の方ですね。後半入ってまだ20分です。次タワーフォールですね。ここ上の方にワームホールでワープした後、下にあるゴールに向かっていくステージですね。ここも上まで行ったら本来は1段ずつ降りていきますが、直接ゴールに行っちゃいましょう。よし。大丈夫ですか。いやどうぞ続けてください師匠。師匠になっちゃった。開発者の方の方が絶対師匠だと思うんですけど。いや作っただけです。もう僕は作っただけです。いえ、作っていただいたから遊べるんですよ。わあすげえな。ここも今のところは勢いつけるとそのまま一気にいけてしまうので。もうワールド9もいやワールド5ですね。最後ここをクリアしたらワールド5は終わりですね。ここはゴールまでこの辺を行けばちょっと位置悪かったですね。この場合は普通に行きましょう。よし。うまくいくとここまで直接来れたんですけどね。ゴールしてこれでワールド5半分終了。今22分。50分切れるか切れないかというペースですね。いけるといいな。いけそう？大丈夫じゃないかと思いますね。
大丈夫と信じていきましょう。50分切れる切れないとか言ってる時点ですごいんですけどね。今スタートちょっと待ったんですけど、ここで待つことによってここのちょうど足場が来るようになります。足場も待ってたんですね。いや皆さん見えなかったかもしれないですけど、指先でこうやってリズム取ってましたね。そうですね。こうやって。残り時間がカウントされてるんですけど、この残り時間ってオリジナルにはカウントダウンの音があったんですよね。もともとはそれを聞いていたんですけど、今作それがなくなってしまったので、指先でリズムを取ることにしてます。なるほど。結構リズムのあるなしとかは、場合によってはやりやすさに関わるんで。オペラシアター、このステージは難しいんですよ。こう階段を降りていくんですけど、ボールと階段ってまず相性が悪いんですよね。角に当たってしまうとおっとあらぬ方向に吹き飛んでいってしまったりするので、それを制御しなきゃいけないんですよ。しかも下に行くほど一段の段差が大きくなるので、どんどん慎重に降りていかなくてはいけなくなります。でここに当ててあげるとこのまま下に向かっていくことができるんですけど、ちょっとゴールに入れなかったですね。何段目とかを今見てやってるってこと？そうですね。何回跳ねたか、どのくらいの速度で何回跳ねたかとかをだいたい目印にしてます。何回跳ねたかを見てやってる。これでいきました。3回ならいい方です。次ブンブンゴールですね。ここはゴールが同じところに来ないんですよね。毎回来るたびに場所が変わってしまうので、来る場所を覚えておけば大丈夫です。来る場所を覚えておけば大丈夫ですって言われても今の位置にいていただければゴールできるので、皆さんも真似してみてください。これ今回ちょっとこうデザイン手入れたりしてるんですけど、それはなんかこう逆に RTA をする上では難しくなっちゃったりとかしてるわけですか？デザインの変更は大きくは影響しないですね。デザイン自体は全然大丈夫です。結構床の模様を目印にするようなところが多いんですよね。今何も言わずにやってますけど、この足場傾いてるんですよ。ちょっとね、この傾いた細い足場というのはどうしても進むのが難しいですね。大丈夫かなこれ。まずい。もうちょっと粘ってみましょう。下に行くほど道は太いんですけどね、この道が一番早いんだ。そうなんですよ。タイムと難易度の兼ね合いがいいって言ったらいいのかな。ダメだったら下行きましょう。もう一回くらい行きましょうか。惜しい。もう一段下行きましょう。ちょっとお助けが今出ちゃいました。お助け機能使ってみます？いやなるべく使いたくないですね今回は。いっぱい入れたけどね、お助け機能ね。これぐらいの太さだったら余裕なんだ。これくらいだったら余裕ですね。余裕ですって皆さん、これぐらいだったら。余裕ですよ。1個上も結構いけるんですけどね、今回うまくいかなかったですね。しょうがないです。ちょうど半分25分切ったね。25分ですか。ワールド6で25分だったら、このままだったら50分切れるんじゃないかな。なるほど。ここは1段ずつ崖を降りていくんですけど、1段ずつだと時間かかっちゃうので、危ない。今のコントロールうまいな。結構空中操作とかも難しいんですよね、このゲーム。どうしてもステージを傾けているっていう関係上、空中での操作っていうのが分かりにくいんですよ。次尖った丘ですね。これ一気に後ろに勢いをつけると、全部飛び越えられちゃうんですよね。本当は1個ずつ行くんですよ。そうね。でもこれは多分普通にクリアするより今の方が簡単です。なるほど。この急がば回れっていうステージなんですけど、青ゴールと緑ゴールがあるんですけど、あの緑ゴールめちゃくちゃ難しいんですよね。左にあるジャンプ台で跳ねてゴール行かなきゃいけないんですよ。あれは難しいです。RTA だとやろうと思えば坂に1回ぶつけてそのまま緑とかもいけるんですけど、まあ30分やって1回成功したくらいでしたね。なるほど。成功したんだね。しました。ここのステージは4個正解のスイッチがあるので、覚えてそれを押せばゴールが出てきます。まあそりゃそうなんですけどこのステージは賛否両論でしたね。まあ確かにね。オリジナルでは覚えるしかないんで、攻略法が。覚えるしかないからね。って言ってる間にワールドロックも最後だ。今作ではそのあたりもちゃんと再現してもらっているので、そういう意味ではとてもいいですね。これちょっと待ちましょうか。なんで？周期が怖かったんですよね今。周期が怖い。足場が下に落ちてしまうんじゃないかと。覚えてんだ。大体のタイミングは覚えてます。ただ今の結果論ですけどいけましたね。ワールドロッククリア。今26分58秒59秒。いけそうなペースですね。ワールド7スパイラルブリッジなんですけど、ここオリジナル版だと
限界まで急ぐとギリギリ最初の周期に間に合うステージだったんですけど、今作そこまで急がなくても最初の周期に行けるようになっているんですよね。オリジナルだとだいたい残り 0.5 秒くらいで間に合うか間に合わないかって感じだったんですけど、今回はかなり余裕がありますね。ある意味では簡単になったステージです。簡単にって言ってますけど、これ足場が回ってるから感性聞いてそんな簡単に登れないんですよ。そうなんですよね。実際にやってみると結構苦労するステージの一つだったりしますね。次4つ足場があって好きな細さを選べるところですね。ここが一番早いです。迷いなく進んでますね。次このステージ、初めてプレイした時ゴールの方法が分からなかったんですよね。ここはいいフレーム引いたな。いいフレームを引いた。いけないか。今のでゴールのところに行けるんですけど、うまくやるとあれがなかなか成功しないんですよ。あとはここから飛び降りて行ってあげればいいですね。本来は上まで行ってから降りるんですけど、こっちの方が早いし慣れると簡単なんですよ。早いプレーの B プランまで用意されてるんですか？そうですね。ちゃんと失敗した時用の保険があります。リスクヘッジもちゃんとされてるところで。そうですね。だいたいオリジナルのショートカットそのまま使えるのがいいですね、今回は。そこは大事にしました。そうなんですか。やっぱりそうやって遊んでくださってる方もいるのは分かってたので、なるべくそういうプレーができるようにはしましたね。かなり跳ね方とかが昔よりも大きくなっていたりするので、足場に当たった時の、一部のステージはやりやすくなったりもしましたね。ここは結構ゲートが細いので真ん中にいなきゃいけないのが怖いんですよね。すごい勢いで来るので当たってしまうと弾き飛ばされちゃいます。それを利用して加速するとかオリジナルでやってる人もいましたけどね、それはちょっと一発プレイだとできないです。なるほど。次ここふわふわタイルですね。いっぱい浮いているのでなるべく速いルートを探しましょうというステージです。乗れなかったですね。最初の周期乗れなかったんでちょっと待ちましょう。この場合はどの周期になるかな。ちょっと周期が変わってしまうので、どうしてもなるべく速いルートと言ったんですけど、まだ自分もこのルートが一番速いっていう確証は正直ないんですよ。研究がまだできてないんちゃんと。そうなんですよ。なのでこれからプレイヤーが発売されてプレイヤーが増えればもっと速いルートが見つかるんじゃないかと期待してます。実着見つけるのはあんたでしょうけど。いや他にもいっぱいプレイヤーはいますから、世の中に。そういう人たちが熱心に研究をすればいいルートが見つかるんですよ。次がダブルスパイラルですね。ちょうど今30分です。30分ですか、このペースだといけそうですね。ここオリジナル版にはむちゃくちゃなショートカットがあったんですよ。この今乗ってる足場にボールをぶつけて反対の足場に飛び乗るというルートがあったんですけど、今作試してみたんですけど成功しなかったんですよね。なるほど。足場の周期が違うという関係で。いやこのステージを今みたいにまっすぐ進めてる時点で超うまいです。そうですかね。そうですよ。そうだったのか。そうだったよ。次これ大穴ですね。来ました。ずれた。穴が開いてるのでそこに入るステージなんですけど、反対にした。ちょっと反対だとタイミングがつかみにくいんですよね。この穴というのが下に行くほど大きくなるんですよね。その穴は使わずに横にある穴を使っていきたいですね。あそこに横に入りたい。そうなんですよ。これが一番早いです。いけるかな。ちょっとうまくいかないですね。今作結構シビアなんだ。横に乗るの失敗しちゃいましたね。初めてのボンミス。これが意外と難しいんですよ。オリジナルと比較するとですね、今作って早く進むのに特殊な操作をする必要がなくなったんですけど、代わりに特殊な操作で早くすることができなくなったんですよ。具体的に言うと斜めに進むとオリジナルだとまっすぐ進むよりも早かったんですよね。なので斜めの台に乗るのとかで勢いをつけるのが簡単だったんですけど、今作は勢いがギリギリなので止まるのが逆に難しくなってしまったという事情がありますね。ただ普通に遊ぶ分には全然気にならないです。こんなことは当たり前だ。みんなそんなの気にしてゲームプレイしてたら疲れちゃうよね。そうですね。もっと気楽にプレイするゲームですからね。そうそう、ちょっとね楽しんでやってもらえるとね。いや自分もすごく楽しんでプレイしてますよ、このゲームは。だいぶストイックな楽しみ方になっちゃってます。おお、いいですね。
もう一個上に赤ゴールがあるんですけど、はい、ちょっと今回勢い足りなかったですね。やろうと思えば最初のリングから最後のリングまで飛んでいっていくということもできるんですけど、まだ安定しないですね。まだまあね。このステージはスティック上入れっぱなしにするとクリアできちゃうんですよ。余裕の給水給水ポイントなんですね、ここ。片手でクリアできる数少ないステージですから。いや、どのステージも片手なんですけど、スティックしか使わないんで。ワールド7クリア、今32分。32分、あと18分ですね。いけるかな。あと3ワールド。ここ下からいよいよここから難しいでしょ。そうですね、だいぶ難しくなります。これはダメ。これやり直しましょう。落ちちゃったんで。下から柱が飛び出してくるんで、この柱を飛び出す上に足場が細いんですよね、ここ。この細い足場を避けながら、避けてるように見えねえ。柱を避けながら行かなきゃいけないんで。避けてました今。ちゃんと避けましたよ。なんか普通に進んでるようにしか見えなかったけど。あれちょっとでも遅れるとダメなんだ。柱にドーンって出てくるね。そうなんですよ。なのでちゃんとプランが組まれているんです、あのルートは。これ早送りルートですね。いけるかな、いけるかな。落ちちゃった。このステージにはスイッチがいっぱいあるね。あるんですけど、早送りと再生があるんですよね。今回この早送りを使ってます。早送りは文字通り再生と同じ方向に早く動くんで、上に登るのが早くなります。これすげえな、今の。結構難しいんですよね、これ。いや、知ってますよ。知ってましたか。あんな風にいかないよ、普通。ここは真ん中で乗り換える。横に行かなきゃいけないんで、勢いをつけてると難しいんですよね。ここで真ん中で乗り換えていいですね。反対にもう一回行ってゴールです。さて、やってきましたよ。次問題のステージですよ。今までは問題じゃなかったんだ。そこまで大きな問題ではなかったですね。このステージなんですけど、緑ゴールがあるんですよね。その緑ゴールに向かってタイミングを合わせて足場でバウンドをして突っ込むことによっていけましたね。これ一発で決まったのは嬉しい。なかなか成功しないんですよ、これ本当に。何してんの。これは、みんな昔からやっているルートなので、だいたいモンキーボール2が出てその頃にみんながタイムを競ってた頃にやっていたようなルートなので、再現されているという意味ではとてもいいリメイクですね。ありがとうございます。大丈夫ですか。頭抱えちゃってますけど。すげえな。このゲームこうやって遊ぶもんじゃないんだけどな。そうなんですか。すごいね。こうワールド8とは思えないぐらいスイスイ進んでいって、まだ35分ですよ。今回早いですね、ワールド8がかなり。そうだね。ここ多分ストーリーモードの中でも1、2を争うくらい難しいステージなんじゃないかと思うんですけど、これ簡単そうに見えるんですけど、アーチになってるからね。そうなんですよ。そのアーチ状のものってボールが進むには適さないんですよね、とても。これが坂がきついのでギリギリ落ちないようにしつつゴールを目指さなきゃいけないので、これ大丈夫かな。戻れますね、ギリギリ。あとはまっすぐ行くだけなんですけど、安定してるから苦労が全然伝わってこないですね。今の声のトーンじゃ伝わらなかったですか。なんか別に普通に安定して進んでるようにしか見えなかった。あれは結構大変なんですよ実際。一回だけ挑戦しましょう。ここ変わったルートがあるので。ダメですね。今横にトランポリンを飛ばすための目印があるんですけど、その目印出っ張りがあるんですよ。その出っ張りに当たってあげると、うまくやるとステージの一番上まで飛ばしてくれるんですよね。今回ちょっと失敗しちゃったので通常でいきますけど、それを狙ってました。先ほどは1回でダーンっていける。そうなんですよ。上から2番目までですね。最後トランポリンで上に上がるという形です。なるほど。さあ、もうここまで来ればワールド8は安泰ですね。そうなんだ。あとは非常にシンプルな2ステージなので。いや、うまいな。今のもあっさりやってるけど、最後足場が細いんで乗るのが結構難しいんですよね。あと足場が揺れてるので、ゆっくり行くとこう右行って止まって左行って止まってっていう風になりますね。次リニアシーソー。これはもうシーソーまっすぐ進むだけです。難しくないです。いや本当は傾きが激しいんでゆっくり行くと難しいんですけど、勢いつけちゃえば簡単です。ワールド9ですよ。とうとうワールド9は37分ですね今ね。37分、いけそうですね。
かなりいけそうですね。かなりいけそうです。今これぐらいですね。はい。17分。ワールド Q は個人的に今回リメイクされた BGM があるじゃないですか、そのリメイクされた BGM がとっても落ち着く感じでいいなと思ってるんですよね、このワールド Q が。なるほど。オリジナル版の方は宇宙のステージ、向こうは向こうで落ち着く BGM ではあったんですけど、僕はもう今胸のざわざわが収まらないですけど。大丈夫ですか？ BGM となんか聞いてらんないですけどプレイの方がちょっと刺激が強すぎましたね。そうだね。これ大丈夫かな。坂がとても急なので一回止まってしまうときついんですよね。なるほどね。勢いで行かなきゃいけない。そうですね。これは大丈夫かな。ゴールはできますね。苦労がスタートだけど。大丈夫です。これは多分大丈夫です。本当？登れてます。いけた。いけましたね。時間はかかっちゃったけどやり直しなくていけたんで大丈夫です。これはよかった全然苦労が分かる難しいステージなんですよね。難しい。だってもうワールド9だもん。そうですよね。本来上級者向けのステージっていう想定なんですかね、この辺りはもう。おかしいよ。もっと難しくした方がよかったのかな。クリアできなくなっちゃう自分も初めてクリアした時はすごい苦労したんですけどね、このゲーム。もう20年もやってると上手くなっちゃうんですよ。今のゴール直接入れたらかっこよかったんですけどね、ちょっと止まっちゃいましたね。だってここが個人的に今回の RT の中でとても苦手なステージでして、ちょっと時間がかかっちゃうかもしれません。いけるといいんだけど、今ので迷路を全てスキップしてゴールまで行けるんですけど、今のは飛びすぎなんですよ。下に落ちたのに？手前の足場でバウンドをしたいんです。そういうこと。バウンドをしてゴールまで入れると直接行けるので早いんですけど、本来このステージ普通に行くと迷路が長くて時間がかかるんですよね。よし、3回なら早い。今のはよかった。この前練習をした時なんかではここで5分かかっちゃったりしたんですよ。ここで5分かかってると50分やばいね。やばいです。だから今の3回でいけたのはとても本当に良かったんですよね。なるほど。ここはギロチンがベイビーを跳ねてしまうので、それに当たらないようにゆっくり進みましょう。オリジナル版だとちょっととんでもないルートがあるんですけど、細かい話をするとフレーム単位でポーズをして、要はゲームの最小時間ですね。それで正しいフレームでポーズをするとギロチンの刃に跳ねられて、そのままゴールに突き落とされるというルートがあるんですよね。なるほど。それをやるとだいたい10秒もかからずクリアできるんですけど、今作でそれはちょっとできないので、普通のルートで行きました。これやっぱ今上に当たったのもわざとやってるんですか？わざとやってます。当たる場所は決めてますね。当たる場所は決めている名言出ました。当たる場所は決めている。名言ですか今の実際タイムを狙っていくと同じような動きになっていってしまうんですよね、どうしても。今のはそんなに驚くところではないと思うんです。迷わず進んでるもんね。そうですね。全て決めているのでこの辺りは全て決めていいな。人生もそうやって歩んでいけたら楽だろうな。そうですね。そうできたらいいんですけどね。いやすげえ。どんどんもうワールドキューブももう終わるまだ40分です。まだ40分です。これ全然いけてしまいますね。このステージオリジナル版と比べて格段に難易度が下がりましたね。オリジナル版だとここホッケーがくるくる回ってる上にもっと速かったんですよね、動きが。難しかったね。ですけど今回は角度が変わらなくなったのと動きがゆっくりになったので非常に遊びやすくなりました。オリジナルの方は何考えて作ったんだっていうステージだったのでしょう。考えてなかったんじゃないですか。そんなことはないでしょうさあ41分。ワールド10です。41分です今。あと9分でワールド10いけますかね。いや、行きましょう。1ステージ1分以内でいけばまあ大体。そうですね。制限時間は1分なので、基本的にはこのペースでいけばいけそうですね。ワールド10はストーリーモードでしか遊べないステージなんですよね、どれも。本来他のワールドのステージはチャレンジモードっていう別のモードでも遊ぶことができるんですけども、危なかった今の。このワールドだけはストーリーモードでしかプレイできません。なのでこのワールド実は昔自分あまりプレイしなかったんですよね。チャレンジモードを中心にプレイしていたので。ですけどこのワールドのステージやると面白いんですよね。なかなか
独特なギミックが多いんですよこのワールドは。後にステージが出てくるので今は詳細は控えますけどこれから見るステージですからね、言っちゃったら台無しですよ。このステージなんかも時間がギリギリっていうコンセプトだと思うんですけど、残り時間これしかないのにゴールの奥にさらにバナナ置いてあるんですよね。あれ取りに行くとタイムオーバーに非常になりやすいんですよ。奥にありますね。あれアドベンチャーって名前ですからね。そうですね。あそこ多分バナナ70本とか置いてあるのか、めちゃめちゃ多いですね。次麓へですね。回転してるこの山の麓にゴールがあるので、そこに向かって行けばいいんですけど、なかなか難しいです。動きが速いのでいかんせん。これに合わせてちょっと今のは左が遅かったですね。左が遅かったこのくらいかな。これでもまだ遅いか。これがなかなか厄介なステージなんですよ。いけましたね。すごい、ちゃんと微調整して修正が目に取って分かるのがすごい。そうですね。これ結構微調整しないと入れないんですよね。全体的にどのステージもですけど、特に落下系のステージなんかは細かい調整をしていかないとゴールのポストに弾かれちゃうことがとても多いので。そうね、すごいね。ワールド10と思えないぐらいサクサク進んでってる。ワールド10とか言ってもやり慣れたステージですからこれは 3D の迷路のステージなんですけど、回ってるのでタイミングを合わせて入らなきゃいけないんですよね。でこの次回転が逆になるので逆回転に合わせていくところに入ります。でここ段差がありますね。この段差に向かって当たってあげるとゴールまで行けます。迷路の最後本当は別の方法で行くんですけど、これをするとスキップできちゃうんですよね。ラビリンス感があんまなかったもんね今の。そうですね。どちらかというとストレートロードでしたね。そうね。今度もまた迷路のステージですね。ここはちょっと1回だけショートカット挑戦してみますね。ダメだったらちょっともうちょっと簡単なショートカットでいきます。ここで当たってあげるといけましたね。これでゴール前まで到達しました。これオリジナルから同じルートが使えて個人的には嬉しいところですね。非常に長いステージなのでやっぱりこのようなルートが使えると楽なんですよね。迷路を覚えるのは大変なので。まあまあそりゃそうなんですけど、迷路を覚えるよりも飛んでった方が簡単ですから。ここがワールド10で何考えてたんだっていうステージですね。個人的にここ難しいよね。難しいです。ボールに入った猿を転がしているのに階段登らせるんですよ。登らせるからね。ボールから出ろとこんなこと言ったらもうゲームが変わっちゃいますけど、このステージは本当勢いをつけないと登れないんですけど、勢いがつけられないんですよね、隙間的に。そうだね。だからちょっとずつ登っていくしかない。そうなんですよ。あともう一回階段登ったらゴールですね。最後のゴールが飛び降りる形になってるのも嫌なポイントですね。これですね。ここで落ちるともう時間足りなくなっちゃうんでやり直しになっちゃうね。よーし、この調子ならいけるかな。ただいま45分でございます。次レボリューションですね。このレボリューションというのは回転という意味ですね。ここにバウンドしてあげるといけるんですよ。本来はね、柱にとどまって足場の上に乗るというステージなんですけど、すげえな。次インビジブルですよ。何がインビジブルなのかというと、正面にインビジブルって書いてる、英語で書いてあるパネルがありますね。足元まで来ると消えるんですよ、なぜか。なのでアルファベットを覚えて進まないといけないという。皆さん今これ心の目で見ていただいてると思うんですけど、この足場見ての通り全てカクカクなので、周りの足場と照らし合わせればそこまで難しくはないんですよね。ショートカット1回だけ挑戦しましょうか。ダメでしたね。今ご覧の通り角にぶつけようとしたんですけど見えないかもしれないんですけど、角にぶつけると今飛び越えようとしていた穴を飛び越えることができるんですね。そうするとゴールのところまで一気に勢いをつけていくことができるんですけど、ちょっと失敗しちゃったので次は通常ルートでいきましょう。今これが、V ですね。でここからが S です。これが S ですね。で S の後に I を通って次 B に差し掛かります。ここの B はここから左に行って OKOK で最後に LE、 ここが L で E の真ん中の棒にゴールがあります。よし、足場は覚えていただければそんなに難しくはないです。そうなんですけど、僕の目には何も見えなかったです。
ついに来ましたよ、ラストステージですよ。ラストステージまだ47分です。いけそうですね。このステージは、今作で大きくデザインが変わっているんですよね、はい、諸事情により、はい、なのでオリジナルのようなルートは少し使えなくなってしまっているんですけど、これダメか。今ので勢いが十分に足りていれば、速度が十分に足りていれば、あのままゴールに行くことができたんですけど、今回ちょっと道中が遅かったですね。こういうふうに角をカットしていった方が、おっと、これは間に合わない可能性があと2分半ですね。大丈夫かな。ダメだったら通常ルートもう行くんで。さあこれは盛り上がってまいりました。全然ダメすぎず全然余裕すぎないぐらいでラストステージに来るという分かってらっしゃる皆さん、この方さあ成功させたいですね、このルート。ここ角をぶつけないと最速いけないので、どうしても、なるほど角をぶつけたいんですよね。あと2分切りましたよ。50分大丈夫かな。これはいける、これはいける。あとは上まで行って、ここからゴールに向かって飛び込めばクリアです。行きました。じゃあ止めますよ。はい。公式記録48分31秒22でございます。見事50分達成。目標は達成できたので良かったです。いや危なかった。そう、危なげなかったようにしか見えなかったですけど余裕でしたね。いやー48分これはいかがですか。本作プレイしていただいて。そうですね、オリジナルをプレイしたことがある方だったら懐かしんでいただくことも、懐かしんでプレイしていただけると思いますし、モンキーボールやったことがないという方へもこれをきっかけに遊ぶというのはとても初めとしていいと思います。いろいろね手を入れたステージもあって原作から少し変わってるところもあるんで、原作通りに遊びたい方に対しては原作のままのモードもありますんで、それもやってもらえたらいいのかなとは思いますけどね。調整したステージってどれもおそらく難しいステージですよね。はい、調整してないステージだけを集めたモードっていうのがありますんで多分それはとても上級者向けのモードになるんでしょうね。すごくうまいプレー今見せてもらったと思うんですけれども、彼のようにね皆さんできるわけはないと思うんで、難しいところに関してはお助け機能も今回たくさん入れているので、そちらも使っていただければクリアできるかなと思いますし、どうしてもクリアできないという方はですね、クリアしたことにするっていう機能もありますんで、必ずこのゲームクリアできます。ご安心ください。はい、ということで、今回はですね48分31秒22という記録でございます。この記録私なら破れるよとか、発売後遊んでいただいて破れましたみたいな、方いらっしゃいましたらですね、ゆとりんさんのツイッターに DM して挑戦状叩きつけてやってください。はい、もし彼の記録抜ければこの T シャツ記録破った方にプレゼントしますんで、そのチャンピオンベルトチャンピオンベルト的なね遊び方もできるかもしれないですね。はい、ということで今日は本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。このようなねすごい遊び方もできますし、お助けの機能もたくさん入ってますのでね、10月7日発売、食べ頃スーパーモンキーボール 1&2 リメイク、皆さんぜひ、買って遊んでみてください。今日はありがとうございました。